あなたは小学生の頃を覚えているでしょうか？私も詳細には覚えていませんが、美味しい給食や放課後に自分たちで教室を掃除していたこと、放課後に学校で遊んだことなど、いろいろと断片的に記憶しています。上記はあなたの国の小学校でもあったでしょうか？それとも日本だけですか？今日は私の経験からそんな日本の小学校について深掘りしてみます。Hello and welcome to Shinva channel, where we dive into the fascinating culture of Japan. I'm a native Japanese speaker and beginning English learner. Before we get started, just a quick note. I've also prepared an English voice version for this video. So if you are interested in Japan, be sure to check out that too. I'll speak about this topic based on my experiences and the information available to me today. Please note that information may change over time, so be careful if you refer to this video. Alright, let's jump right in. 別の動画でも少し小学校について紹介していて、主に学校の種別の違いや大まかな年間スケジュール、小学校の制度、教育科目に関して話しています。もし興味があれば、そちらの動画も参考にしてみてください。では、これより詳細に小学生の基本的な一日を見ていきましょう。私が小学生の頃は、小学校の朝のホームルームが8時半から始まっていたため、その時間までに自分の教室に行く必要がありました。公立小学校なら自分の家が属する校区の学校に通うことになり、自分の場合は徒歩でだいたい10分から15分くらいのところに小学校がありました。登校時は自分が低学年の頃は兄弟と歩いて学校に登校していて、高学年になったらだいたい一人か友達と登校していたと思います。自転車などでの登校は禁止されていたため、基本的に徒歩で学校に行っていました。また、通学路というものを学校が指定していたので、基本的にはその道を登下校に使っていて、近所のボランティアの人などが朝は通学路に立って子供たちを見ていてくれたり、先生も校門付近や通学路などを見て回ってくれていたと思います。授業時間は基本的に1コマ45分ほどで、コマ数は学年によって変わってきています。小学校低学年くらいの場合は、4から5コマと比較的少ないコマ数ですが、高学年頃になってくると、5から6コマが普通になってきます。また、それに伴って下校時間もだいたい12時から15時半頃と変わってきます。昔は土曜日も授業がありましたが、今は月曜から金曜までとなっていて、土日は基本的に休みとなっています。午前中の4コマの授業が終わると、給食の時間になります。毎日の給食は学校で作られていることもあれば、給食センターで作られ、各学校に送られる場合もあります。自分の場合は学校で作られていたので、給食の時間になると、給食室に取りに行っていました。毎日の献立は、栄養士が栄養を考慮して献立を作成しており、生徒も先生も健康的な食事が食べられます。自分が小学生の頃は、各クラスの給食当番の人が給食室に給食を取りに行っていたり、クラスメートに配膳したりしていました。たまに給食当番の人が給食を全部こぼしてしまうことなどもありましたが、その時は他のクラスで余っている分を分けてもらうなどしていたような気がします。小学生なので、このようなことが起きるのも仕方がないことですね。給食が余るとおかわりができたので、食べたい生徒はよくおかわりをしていたり、人気のあるメニューの場合は、おかわり希望が多かったりするので、じゃんけんなどでおかわりができる人を決めていました。昼食後や
すべての授業が終わったタイミングなどで掃除の時間があり、掃除当番の生徒は各担当の部分を掃除します。私が小学生の頃は、自分たちの教室や階段やクラス前の廊下といったクラスが担当している公共の場所の掃除をしていました。基本的に10分から20分ぐらいで終わっていたので、その後生徒は下校したり、お昼休みを取ったりしていました。授業が終わると、終わりのホームルームの後に基本的に生徒は下校しますが、学校で遊んで帰る生徒や学童保育へ行く生徒などもいました。学童保育とは、学校が放課後などに子供を預かって活動の場を提供してくれるところで、親が仕事で不在だったりする場合に利用されることが多いと思います。学童保育では、先生は大学生のアルバイトや地域のボランティアの人などが子供の面倒を見てくれることが多いようで、私が大学生の時も学童保育のバイトをしている友人などがいました。私の頃はそこまで厳しくはなかったので、放課後に夕方頃まで友達と遊んで帰ることもあったり、寄り道をしたりすることなども多くありましたが、あまり遅くなると親に怒られたり、学校も門限時間などがあったため、18時頃には生徒は全員下校しておかないといけないなどもあったりします。1年生の頃などは集団下校という制度があって、一人で帰宅できるようになるまでクラスメートと先生と一緒に下校していたこともありました。集団下校以外は一人で下校したり、友達と下校することが多いです。学校では基本的に宿題を出されることが多く、生徒は家で宿題をして次の日に学校に持っていかなければなりません。私が小学生の頃を思い出してみても、家で漢字の書き取りや算数の計算の宿題などをしていたような気がします。そこまで量は多くないので、忘れた時などは学校の朝の時間にしていたこともあったと思います。また、夏休みや冬休みなどの長期休暇中も宿題が出て、この期間の宿題は量が多く普通は出ないような読書感想文や美術の絵、習字といった宿題なども出ることがあるため、計画的にこなす必要があります。今回の動画では、前回の小学校の概要からもう一歩ほど踏み込んで、小学生の基本的な一日のスケジュールについて話しました。皆さんの国の事情とは異なる部分が多かったでしょうか？それとも共通する部分が多かったですか？給食や掃除の時間などは、よく日本で特有のものなどという話を聞いたりしますが、日本人にとっては馴染み深く、当たり前のように経験した部分だったりします。Thank you for watching my video today. I hope you find the information helpful. If you have any questions, please leave a comment below. Your feedback is invaluable as I continue to create content. Please subscribe to my channel for more videos. Goodbye.